イグラドジョンです。今回ナビベースレクノニングみたいなね、クランなんですけど、GS ですね。日本クラン対決になっていきます。そしてね、ここでね、ちょっと日本クランの対決というところでね、ちょうどいいかなというところでいろいろね、話していこうかなと思うんですが、ナビの方のね、新メンバーが決定いたしまして、ついにね、日本人5人になるということで、ヤッターくんが入ります。ついにってわけでもないか。過去に数名入ってたってところから、外国人の流れに入ってもう一回日本人に戻ってっていう流れですかね。それに伴いね、アーリーアタックスの方がなんと解散になってしまいました。先月の予選とかはね、ヤッターくんとコマくんの日本人2人組で、ヒロヤさんが抜けててどうしたんだっていう感じだったと思うんですけど、ヒロヤさんが逆にね、GS、このレクノニングの方にね、移籍をしまして、アーリーアタックスの方は中心メンバーだったヒロヤ、ヤッター2人が抜けたことによって解散と。いろんな外国のね、方もね、アーリーアタックスには携わってくれていたと思うんですが、その辺の方もまた別のクランに振り分けられて、感じですかね。一応5月の世界大会予選を1位突破してたんですけど、そこで勝ち上がることができてたら、ゴールデンチケットを獲得することができてた場合は、EA は存続して、またナビの方は別のメンバーを探さなきゃいけないっていうような感じだったのかなって感じで、はい。ちょっとね、今回の大会の方には間に合ってなくて、2クランとも、ロースターとかね、すでに進んでしまってる大会なので、途中入りっていうのがまだ間に合ってない段階なので、ヤッターくんとヒロヤさんはいないんですけども、日本クラン対決をね、それも含めて早速やっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。ガクルートライダーラッシュ、ナビ先行側というところでタイムも相当速そうですね。アーリーアタックスのね、解散っていうのは結構、日本クランね、いくつか頑張ってるところあったので、ちょっと残念なところではあるんですけども、戦力の集中化みたいなところで考えると、去年世界大会優勝したブラジルのね、クラッシュチャンプスってクランも、過去にブラジルって結構強いクランがいくつかあった中で、一つのクランにね、ブラジル代表みたいな感じで、統一されて、2クラン、3クランぐらいに、2.5 クランぐらいにちょっと分かれてたんですよね、戦力が。それがなんか一つのクランにまとまったことで、世界大会優勝できるところまで行ったっていうようなこともあったりとか、ナビに関してもカズマくんがね、来てくれたところとかでね、世界大会の予選とかも勝ち上がってた忍者っていうところも、ね、ちょっと解散、今、別のクランでいろいろやってるかなって感じだと思うんですけど、その辺の方もね、繋がったりとか、今回の EA と GS も、ある程度、合体したような感じに近いので、合体ってほどでもないけど、移籍でちょっといくつかね、まとまってきたって感じではあると思うので、3クランから2クランに集中したって感じにはなるかな。やっぱりなんだろうな、何も考えないなら戦力を集中させた方が、いいことは多いことも多いってことでね。3クランが2クランになって、日本クランは、基本的にはこの、世界大会出場経験がある2クランが、今後は引っ張っていくような形になるのかなって感じですね。アーリーアタックスは途中から結構外国の方も入れてっていう形で、他の日本クランとは結構、明確に違うところがあって、日本人5人だけでやるわけではなく、いろんな外国の方をね、取り入れて、一緒にやっていこうっていうスタイルの感じだったので、今までの日本クランとはちょっと違う、あれで、見てる方としてもね、ちょっと珍しい感じで面白いところもあったんですけど、残念ながら。さあ、リュウタくんですが、ここはちょっと黒の方が失敗しまして、タウンホールプラスアルファで壊せた施設があんまりないというような重要部分になっております。それを見てロイヤルチャンピオンをその残ってしまったところに投げ込んでいく。しっかりクランジョが潰せてロイヤルチャンピオンに当たる援軍がないねっていうのを確認してから投げたんですが、いいリクスケルトンでかなり手は止められてしまいました。モノリスにフリーズ。これが最後のフリーズ。ロイちゃん、レイジ。一応クロークみたいなもんをね、ロイちゃん自発で打てるので。サッカーボール飛んできたね。ガントレットサッカー。ドラ編成は結構強いね、これ。ドラサッカー強いよね。さあ、ナイスロイヤルチャンピオンで全開です。なんか GS 側の方もね、ちょっと GS って呼んじゃうんですけど、メンバー的には海外の方がね、まだ2人とか、今回も2人入ってるんですけど、ヒロヤさんが入るってなると、またメンバー構成とかもいろいろね、考えていかなきゃいけなかったりするので、
うん。まあ、レギュラー争いみたいなところでは、メンバー争い。なんか EA の方でも結構、海外の方でね、メンバー変えたりとかでいろいろ、日本人よりも海外の人の扱いを結構難しいというか、あれだよね。あんまり無限にもできないしねって感じで。12時がキングクイーンジャンプ3時10日弊社、6時の方からやっていきます。エアスイーパー固めることで、まあ、2本とも下向いてるんですけど、無視していくような流れですね。タウンホール爆破まではためずに、ここはもう速攻で打っていきました。まあ、ヒーリングトームの余波もあるねっていうところで、しっかり上側キングクイーン伸ばしていきます。これ強いな、確かに。6時側にクランジを寄ってることで、タウンホールと一緒にクランジを潰したので援軍も当たらないしね。で、中央部分はオーバーグローで潰していたので、まあ、今回バルーンがちょっと入り込んでくれてますが、しっかり安い折れてフリーズ進めていって、あとはロイヤルチャンピオン回収と。これすごい理にかなったプランかなって思いますね。いいプランだな。まあ、ジーマがね、ちょっと国籍的な問題で参加できないんですけど、公式大会は。それを抜くとね、ジーマもやっぱメンバーのコミュニケーションとしてめっちゃ取れてるし、いいメンバーなんですけど。さあ、エリアムですね。まあ、さっき言った海外の方の一人、エリアム。まあ、フランスのね、MSD スポーツとかで活躍してたね。3次投下弊社を置いたところ、テスラが生えて、ロイヤルチャンピオンというところ。投下弊社若干 HP 減りましたね。さあ、キング12時ジャンプを置いて、クイーン外周。ルートライダーを発進させていきます。まあ、エリアムというとね、攻める時の体勢で足をありえないぐらい上げて、ふんぞり返って攻める姿がね、有名ですね。さあ、キングガントレット。さあ、ウォールブレーカーここは入れて、クイーンでも一応ターンホール触れるように。スーパーバーバリアのカットも入れていきました。うまい。フリーズかけて、ロイヤルチャンピオンパートも下側、能力まだ保った状況。クイーンクロークでターンホールまで。いやー強いなー。レイジフリーズまであります。アイゴリの処理は上のね、ルートライダーの方に向かってたので、そこにスーパーバーバリアンを合わせて。いや、これタイムも結構早かったっすよね。ナイス展開。カズマくん、カズマくんのファイアボールは初めてレベルで見るかもしれないですね。ロケバルガーゴイルとコウモリ6発。どういった使い方になるのか。ジャイアントアローでまずはここインビジブルタワー1本解除していって、一気のファイヤーボールドカーン。そしてここは、クエイクも揺らしつつ、このね、突撃艦の範囲ダメージでも落とせるんですよね。タウンホールの方届けていってという形。しっかり真ん中折り切れるかな。大丈夫っす。そう、危ない危ない。イエティしっかり落としていく。で、ロケバル使って外周部のサイドカットを行って、クイヒーの方、ポイズン持ってきてないのね。きついっすね、下側ね。フリーズ使ってここは、なんとか耐えていく。ロイヤルチャンピオンの方は、クエイクからのなんかいろいろしてます。で、インビジブルタワーが帰ってくる前に、コウモリロケバル発進。帰ってくんだよ。ロケバル先に潰したい。ナイス。ただちょっと投石からのダメージ受けてコウモリは消えてしまいました。上側がちょっと足りないところ。しっかりここは、フリーズからのロケバル発進ですが、マルチアーチャーター残りましたね。いや、そっちに咲きたかったかな、結果論。さあ、裏側はガーゴイルが思いっきり回収。ここはね、クイーンがね、壁中、打てるので、投石とかのケアできるので、こいつだね。こいつさえ折れてれば。さあ、マルチアーチャータワーは、数に強い。ちょっとタイム勝負になると全開にはなるんですが、少し時間のかかってしまった全開になっています。ナイス全開。さあ、ダニールートライダーラッシュ。この方もね、海外の人ですね。あれで一緒にやってたっけか。アーリーアタックス。初
だいぶ早い段階の時にいたっけか。どうだったかな。忘れちゃった。ハデスとかと一緒にいなかったっけか。さあ、キング、ウォールブレーカー、3次ジャンプ。反対サイド、ウォールブレーカーからロイちゃん。クイーンまだ出してないですね。さあ、援軍出て、ここからクイーンをジャンプの跡地、キングの公園に使っていきます。フリーズで、範囲ダメージのところを抑えていきました。まあ、終盤に残しても良さそうなフリーズですが。うん。いいトルネード。いいトルネ巨爆でだいぶ溶けて時間稼いで、HP は結構減ってはいるんですけど、どうでしょうね、これ。マルチアーチャータワー頑張れって感じ。ロイちゃんは落とせるね。ようやく落とせる。結構時間かかったな。やっぱ3本の矢ってそんなに火力高くないんだな。あんなにユニット数いると。ずーっと3本の矢がね、入り続けるんだけど。さあ、クイーンクロックヒーラー動かして、全開と、バーサス。さあ、星3、71天才ラバル。ホグが3体入ってますね。まあ、天才ラバルもやっぱ時間を意識すると、ガーゴイルがね、こうして20体とか積まれて、ラバーの数がね、基本3体だったのが2体に減ってっていうところなので、まあ、前回よりもタイム意識した編成になってるので、この編成でしっかり全回取れる。なんか余力もしっかり取るっていうのが大事ですね。ただ全回取るためだけだったら、ね、ラバ3とかでもっと余裕は出ると思うんだけど、その分を時間に回さなきゃいけないので、攻撃力がね、少し減ったところなんだけど、天才の方がちょっとここは失敗です。ウェイクから入らなかった。いや、違う。内側の大工が回収先に入ったのか。で、突撃艦。サッカーボール飛んできた今。サッカーボール飛んでるね。で、突撃艦真ん中9時はもう別動隊のスーサイド、下がスーパーバーバリアンロイヤルチャンピオン採用中。クイーンの方の穴開け入れて、マルチ IT 入れていきます。さあ、天才で落ちたかったところはなんか落ちました。で、下がロイヤルチャンピオン能力解放、クイーンの方も黒臭いて、天才失敗したんですけど、なんか気づかないぐらいの展開になってますね。もはやいらなかったのでは。もはや天才そんなにいらなかったまであるな、これ。強っ。しかもタイムも早いですね。ナイス展開。さあ、ニャロメドラゴンラッシュ。ガーゴイル入ってそうかな、これは。3時からのドラゴンラッシュになりますね。おー、ジャイアントアロー一戦で安いかな、安いパー2つおられましたね。ナイスクローク。そうなると、確かにドラゴンからすると相当楽になると、一気のトーム入れていきます。援軍スパカゴ1体だけ出てる。珍しいな、これも。で、タウンホールまで届けていって、タウンホール隠して、タウンホールからまず、外周施設を削っていくスーパーガーゴイル。いいですね。最近の流行りのガーゴイルのやり方。違うそうですね。シングルおでん図を降りたいところ。で、タウンホール現れて、残ったガーゴイルがしっかりタウンホールを落としていく。インビジブルも2発手元に残した余裕があります。さあ、ロイヤルチャンピオンの方がこれは、能力も残ってるのでそうですね。もうここまで来たら能力解放して、長弾とかこの辺でインビジブル使うかどうかっていうのを考える感じですが、しっかり、ロイちゃんがすごい高速移動でキングにターゲットを取られていく。なんか、キング殴ってたのにシングル IT を殴るっていう、優秀すぎるね、今のターゲットチェンジ。いいジャイアントロスね、これも。ガーサス。先行側ナビ、これが最後のアタックですね。4分の4全開対4分の4全開という状況です。クラウス、ジャンプ入りのドラゴンラッシュ、コウモリも1枚採用、対空ケアだと思いますが、できそうなのは6時と9時ですかね、対空ケアは。シングル IT 前も打てるは打てるけど、ポイズンターと投石もあるんで、基本は対空ケアになりそう。モノリスもワンチャンだけど。まずは、
バルーン出してから、キングクイーンを置いて、ドラゴンパートスタートしていきます。ベビドラ3体手元残しましたね。12時の方だった。12時コウモリを使って、突撃艦はそれタウンホールまではさすがに見てないと思う。手前に落として、レイジライドラ。タウンホールはもう全然無視して真ん中に残すようなイメージですね。いいっちゃいいんですが。ちょっと安いに打たれたので、ライドラに求めてたレイジチェインを入れてくれなかったですね。で、キングは下側ジャンプを入れていきます。とか、安いのせいでライドラ入んなかった。なんか、初手で打つはずだったのかよくわかんないけど、ジャイアントアローこのタイミングで飛んできましたね。なかなか珍しいタイミングで飛んできたな、これは。安い折りとか考えてたんかな、ジャイアントアローは。どうでしょう、わからない。急に飛んできたわ。打つの忘れてたわ、みたいなのはあるかもしれないですね。ロイちゃん能力解放で突破して、裏側とかもね、こうして、ガーゴイルをね、ラバルの時に20体も積むように、ドラゴン編成でもある程度時間のね、対策っていうのをやっぱやった方がいいというところで、ベビドラをたくさん積んだりとか、裏側の回収意識、ルートライダー編成でもスーパーバーバリアン裏から回収入れますよね。ドラゴンも同じようにやった方が絶対タイム管理はいいのでっていうところで、しっかり裏も回収で全開です。さあ、ラストアタック、クマさん、ルートライダーラッシュ、ジャンプ入り。結構天才ラバルのイメージも強い人ですが、タイム結構速そうですね、これ。1分10秒程度。6時キング入れつつ、9時から10日弊社とルートライダー発進です。で、遅れてクイーンを出して、スーパーじゃないや、バルキリー入れていきますね。ポイズンリザードがクイーンをターゲットしてくれなかったので、ここはストライカー入れて、一気のヒーリングトンプラスレイジー。キングの方にこれは流れてきますね、ストライカー。巨額見てこれはトラップ見えたんで、そろそろキング打ちたいところ。ナイス。これキング強いな。この区画キング強えわ。リクスケも一瞬で飛んで、シングルイーグル突破して、リクスケ一瞬で飛んで、非常にいいですね。で、クイーンがタウンホール打てるようなあれになるので、これは確かにオーバーグローかけるまでもないっていう判断かな。むしろ見えてた方がいいまであるというところで、タウンホールしっかりクイーン合わせてクローグ採用。あとはこれが最後のレイジ。いやー、確かにこれプランめっちゃいいな。クイーンのルートが非常にいいのと、キングジャンプも相まって、合わせるルートライダーをどこから出すかっていうだけですね。そうすると、ナイス展開。ということで、今回もなんと15対15と15、15がやっぱり多いですね。ナイス全開重なって10全開タイムの方を見ていきましょう。1分19秒対1分20秒ということで1秒差。すごい。1秒の差でなんとかナビが勝利になりました。タイムも早いですね。1分19って相当早いですね。5月の世界大会予選の時の平均タイムもだいたい1分20とかで、こんなぐらいだったよね。すごい試合だ。はい。というわけでね、冒頭にも言ったんですけど、ナビと、GS の方に新メンバーが一人ずつ入る。やたくさかいさんになって、ヒロヤさんとヤタさんが分裂して入るみたいな形になるかな。これからのね、日本クラン楽しみですね。またここに出てきてない、クランもね、先月、6位までが最終予選勝ち上がれるような感じだったんだけど、7位にね、別の日本クラン入ってっていうところもあったので、予選自体は残り2月分かな。頑張ってほしいですね。はい。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。